皆さんこんにちはこんばんは。今回はこいつ。狛犬のダメージ、どのくらい出るのかを使ってみようと思います。3回覚醒スキルと10回の覚醒スキルを使ってみて感じたことを動画にさせていただきました。こちらは、クロノスの限定武器で、2021年の1月1日よりガチャで出てる武器ですね。ですので、クロノスとほとんど同じ使用感ではあります。ただこの武器には、ハイパーモードとドロップアップの効果がありますので、使い方によっては、とても役に立つ武器になるかと思います。ハイパーモードで気をつけたいのが貫通攻撃なのですが、こちらは、ハイパーモードになったとしても防ぐことはできませんので注意ですね。それでは今回の組み合わせですが、とりあえず、ホムラ、コマちゃん、カグラの3本の専用を積んでいきます。できれば、実戦で使用できる構成で挑んでみます。防具の方が、上はあと一歩、スキレ5まで行ってません。でも足も4ですね。で、覚醒スキルなんですが、まずは10回使用できる方。こちらは、連撃が10回使用するたびに増えていき、最大90回まで増えます。そして、スキル威力も 15% ずつ上昇し、最終 135% まで上がる感じですね。続いて3回の方です。最大ダメージが700億。700億を超えた分のダメージが、次の攻撃に持ち越される感じです。はい、それでは、やっていきたいと思います。スキル3回バージョンです。まずは、カグラのスキル回数が200回ですので、使用する順番として、カグラ以外の専用を先に使用します。断罪中のダメージも見ておきますね。はい、普通に700億出ましたね。やはり断罪の効果は大きいですね。では、さらに2分後のダメージです。断罪なしでも700億出ますね。では実際に、どのくらいダメージが持ち越されてるのかを調べてみたいと思います。バルハラだと488億。次のバルハラのダメージが上がっていれば持ち越せてるということになりますね。あれ？変わってない。2分後は待たせたな。634億出ました。それではここで、コマちゃんの覚醒スキルを1回使用して持ち越し分を調べます。2分後も変わってない。武器を変えてみます。僕ならそんなダメージ出ないでしょ。297億。いけるはず。
変わらず、スキルレベルが関係してそうですね。じゃあ、魔王のスキルレベルがまだ2なので、こっちを持っていこうと思います。389億です。変わった。389億からの422億33億しか変わってませんが、持ち越しはできているようですね。じゃあ2分後はどうでしょうか。427億からの522億95億の持ち越しです。なるほど。つまり持ち越し分もダメージがカンストしてる状態では意味がないということでしょうかね。次の攻撃としか記載されていませんから、おそらくはそうなのかもしれませんね。3回の方では700億に届いて、その後に使用する武器はダメージリミットがマックスに届かない武器の使用をするという感じでしょうか。では次に10回のスキルの方です。先ほどと同じようにスキルを使用していきます。この10回のスキルの方は回数を重ねるごとに電撃とダメージが上がっていきます。1回目使用で441億。ただこれは断罪の効果が発動していますので参考になりませんね。はい、今断罪の効果が切れました。3回目からダメージを見ていきます。409億。あれ下がった。なんでやろ。調べてみたけどわからへんかったから、ごめん、そのまま行きます。わかる人おったらコメント欄で教えてください。471億。371億。下がったのは、多分、ダメージリミット固定の効果が切れましたね。もうすぐ2分になりますので、そのまま行きます。今、神楽効果が発動しました。それでは、残り3回分のダメージを見ていきましょう。8回目が486億。9回目525億。そして最後10回目です。約600億。ここでカンストだと思います。もっといけるんかな？ちょっとその辺はわかりませんが。使用した感じといたしましては、ダメージはクロノス同様、結構出ます。ただ、このハイパーモードを使いたいので、後まで取っておく場合ですね。この時は注意が必要です。スキル回数固定が上書きされてしまうので、スキルダメージ自体は減ります。2回使用できる専用武器で上書きするか、スキル回数固定が多い専用武器を温存しておくかの選択肢が必要になってきそうですね。つまり、このハイパーモードを活かすのならば、
すごく使いにくい専用武器ということになりますね。まあでも、ドロップアップは結構美味しいかもしれませんね。それでは、今回はクロノス限定モデル、狛犬を使ってみた動画でした。それでは最後までお付き合いご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。中の人に興味があれば、説明欄に記載しています。ヒカのオフィシャルチャンネルの登録もしていただけると喜びます。それではいいログレスライフを。